日本のスターバックスだと春は桜フラペチーノって桜のメニューが出たりとか、昔から季節を気にする感性っていうのを持っていて、でもそれが文化として定着しているので、季節によってどんなものを作るのか、どんなものを売るのか、どんなプロモーションとかユーザーとのコミュニケーションをするのかっていうのは結構変わってくる。So I noticed Japanese consumers and Japan as a whole are very focused on seasons. How do you think this affects brands and connecting with Japan? 特に日本の人々はもともと文化的に季節感がとてもあるので、それに合わせてブランドだったり企業も自分たちの商品とかサービスを合わせて考えていく必要があるかなと思っています。沖縄とか少し例外があったりはするんですけれども、基本的には日本の国土の大半が春夏秋冬って4つの季節がクリアにあります。最近はちょっと気候変動の影響で秋がすごく短かったりとか夏が早く来ちゃったりとかあるんですけれども、基本的には4つの季節があって、それを楽しんでる人たちが多いかなと思っています。他の国と比べてやっぱりもともと季節の変化に敏感で、季節の感覚をすごく大切にしていて、で例えば鎌倉時代が日本で有名な百人一首っていう和歌があるんですけれども、そこでも季節を大事に思って読まれている歌がたくさんあったりとか、あとは海外でも有名ですけど江戸時代とか浮世絵についても季節の風景が描かれているところがすごく多かったりして、昔から季節を気にする感性っていうのを持っていて、でもそれが文化として定着しているので、なので現代の購買行動も季節に合わせた行動っていうのが見られるのかなというふうに思っています。Yeah, I mean, of course, other countries have seasons, but I think the mindset of Japanese completely changes with the seasons, like what they eat or what they think about buying. 4つの季節があるのが当たり前だと思ってたんですけど、それが当たり前じゃない国とかエリアとかもあるんだなっていうのに気づいていて、例えば食べ物とかだと、時々海外のスーパーだと一年中似たようなフードが並んでいるとかっていう話も聞いたことあるんですけれども、日本ももちろん同じものもたくさん一年中買えるものとかもたくさんあるんですけれども、食材の旬っていうその季節によって一番その食材がフレッシュで美味しい時期っていうのを重視するので、その季節にしか並ばない野菜とか果物とか魚とか結構あるかなと思ってて、例えば秋はサンマを食べるとか、夏の最初はさくらんぼを食べるとか、結構イメージが強く根付いているかなというふうに思います。で、それと関係してお菓子のブランドとか、ドリンクのショップとかブランドさんとかも季節に合わせた限定のメニューとか商品を出すことが多くって、それがとても人気で話題になることが多いなと思います。例えば日本のスターバックスだと春は桜フラペチーノって桜のメニューが出たりとか、今は瀬戸内レモンっていう日本の四国エリアのレモンが有名な場所があるんですけれども、そこのレモンを使ったメニューが出てたりとかして、それが期間限定で登場するんですけど、他の国のスタバはどうなんですかね。Yeah, not the same level. でもちろん食べ物だけじゃなくて、例えばファッションとかもすごく季節を重視してるなと思っていて、実際の気温とか機能性とかよりも季節感、その季節的にどんな風に見えるかとかを
大事にしてる人が多いかもしれないなと思います。例えば4月になったら寒い日でも、なんか冬のコートはあんまり着ない、なんかファーがついてるものとか、あったかそうな、なんかファブリックのなんか素材のものとかはあんまり着ないかなと思ってて、ちょっと気温的には寒くても春っぽい服装にしたいなとか、スプリングコート着たいなとかっていう方を優先して、おしゃれを楽しんでいたりだったりとか、あとアパレルブランドの服の入れ替わりもすごく激しいなと思います。なので新しいなんかデザインとかカラーのものとかがどんどん入ってきますし、なので一年中なんかこう同じ服が同じように売れるっていうことはあんまりないかもしれないなと思っていて、夏に売ってるデザインとかカラーの服を同じように冬に売るっていうのはもちろん例外もあるし、シチュエーションとかデザインとかいろいろあるので例外はあるんですけれども、通常は結構難しいんじゃないのかなと思ってて、なんでそこもすごく季節によってどんなものを作るのか、どんなものを売るのか、どんなプロモーションとかユーザーとのコミュニケーションをするのかっていうのは結構変わってくるんじゃないかなと思います。企業の方がマーケティングのプランを作るときも季節っていうのをすごく考えて、マーケティングをしていってるのではないのかなと思っています。